皆様いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、オートウエストエンドです。今日はホイールクリーナーがなくなりましたので、新しいものを買いに来ました。あとオイル交換もね、近々しないといけないので見ていましたが、割引になっていました。カストロールの H5W30 いつも入れているものですが、5リットルで元値が60ドルが半額近くなってます。日本円だと3000円いかないぐらいでしょうか。買っとこうかな。でもコストコも安かったりするので、そっちもまたチェックしたいと思います。そしてエッジからエクステンデッドパフォーマンスというものが出ているようです。昔からあるんですかね。24000キロ持つ。本当かな。4.4 リットル入って元値が5リットルのものよりも高い。でも割引後は5リットルと同じ値段だったのでお買い得。どうしようかな。調べてみたらカルシウムとかそういった成分が配合されていて長持ちをするんだとか。今回はね普通の買うと思いますが、はい、そしてありました。僕がハマっているブランドケミカルガイズ。なんかね買いたくなっちゃうんですよね。デザインがいいからだと思うんですけども、はい、その中からディアブロというもの、そしてこちらがソナックスの今まで使っていた鉄粉除去剤。めちゃくちゃ強力なんですけども、匂いがとてもきつくて、そしてすぐなくなってしまうんですよね。ですのでソナックスはもう本当に落ちない頑固な汚れがある時だけを使って、それ以外の普通の洗車は鉄粉除去剤ではなくてシャンプー状のものを使いたいなということで、今回はこれを買うことにします。だいたい日本円で1400円とかそのくらいでしょうか。現状ブレーキダストで程よく汚れた感じです。最近はもうほとんど雨が降っていないので、泥汚れというよりはもうほぼほぼブレーキダストという感じです。そして後輪はブレーキダストが少ないブレーキパッドに変えたというのもあると思いますが、前輪に比べるといつも汚れの程度が弱いです。こちらは反対側の前輪で結構な汚れになっていますが、こちら反対側の後輪はだいぶ綺麗ですね。はい。よく振ってとありましたが、いっぱい入ってるから触れる感じはしない。あととりわけ沈殿してるとかそういうのも全然ありませんでした。真っ赤な透明な液体です。ノズルのモードは2つ、ストリームモードとそしてスプレーモード。スプレーの方が広がるんでしょうね。ですので広範囲に吹きつけて、そしてシャンプー状なので泡立てて洗っていければ、鉄粉除去剤よりもね広い範囲少ない量で洗えると思います。ではスプレーモード。手スプレーじゃないっていうね。びっくり。もうスプレーじゃなさすぎてびっくり。後で他の方のね買った人のレビューを見てみたんですけど、スプレーじゃないやんっていうレビューもやっぱりあったので、こういう感じなんでしょうね。これだともうストリームモードと変わらないんですよ。これいろいろ交互にやってみたんですけども、出方ほぼ同じ。この出方だともう鉄粉除去剤と同じぐらいの勢いでなくなるぞと思って、もう100均とかで売っているスプレーボトルに移し替えた方がいいかもしれません。ちなみにこのディアブロ濃縮タイプとこのスプレーノズルがついているもうすでに希釈されているもの2種類が売られていて、日本の Amazon で僕が見かけたのは濃縮タイプでした。どっちにしろ別途スプレーボトルが必要になるんだったら濃縮タイプの方がいいのかなと思います。今回僕が購入したのはスプレーノズルがついていて、希釈されているはずなので、とりあえずこの濃度のままで洗っていきます。そして素晴らしい匂い。これケミカルガイズすごいんですよね。鉄粉除去剤に比べるともう天と地の差ぐらい甘い風船ガムみたいなめちゃくちゃいい匂いがします。ボトルに書いてある説明には
特に濡らしてからというのもありませんでしたので、そのまま直接吹き付けて洗っています。ちなみに左側に見えるのはこれガリ傷ですね。はい。なのでこうして見ていただくと、もう塗った撫でたそばからブレーキダストが落ちてだいぶ強力です。でもやっぱり希釈されているのだろうと思いますが、それでも濃い感じ、重い感じがあるので、これもうちょっと薄めてもいいのかなと思いました。不気味なくらい真っ赤な液体です。中古のリムを格安で買ったので現状ガリ傷多いですが、ブレーキダストに関してはもう完全に落ちました。ただ水分が足りないのであんまり伸びなくて、ちゃんと触れてないところはこんな感じで残ります。ただね、それも軽く撫でてあげると浮き上がってくれる感じでした。では反対側の前輪、今回は濡らしてみたらどうなるのか、ちょっとね薄めたというか伸びやすい感じになればいいんですけどね。これでスプレー状にちゃんと出てくればもう文句なしなんですけどね。はい、洗っていますが、やっぱりこっちの方が伸びますし泡立ちますし、そこまでねめちゃくちゃ泡立つという感じではないですけども、さっきに比べたら全然洗いやすくて、そして洗浄力もね落ちてないんですよね。鉄粉熟剤はね伸ばそうと思って薄めると洗浄力落ちて変色する化学反応がね起きにくくなるんですが、これはやっぱシャンプー状なので薄くしても泡立たせることで広がってちゃんとね落とすことができます。はい、ちゃんと落ちてくれました。ですのでおすすめとしては、少し希釈をして、正常なスプレーボトルに移し替えるか、ホイールを一旦濡らしてホイールには吹き付けずにブラシに直接取って洗うという方法がいいのかなと思いました。ではまとめです。メリットとしては、薄めてもね十分な洗浄力あるので、普段の洗車だったら全く問題なく使えると思います。そして鉄粉熟剤に比べて化学反応を待つ必要もないので時間短縮になって、普通の汚れでしたら薄めても問題ないので、その分多くこのシャンプーを取れるということで長持ちするんじゃないかなと思います。あとはもう本当にいい香りと、そしてデメリットとしてはやっぱりこのスプレーの出方ですね。ちゃんと出てくればもうほぼほぼパーフェクトなホイールクリーナーだと思います。もともとスプレーノズルのついていない濃縮タイプを買う場合にはもうこの限りではないですけどね、自分の中では暫定1位かもしれません。映像の方はボディの洗車に映っていますが、今回のレビューはここまでということで、この動画参考になったという方はいいねボタン、登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。
ラーメン屋さん行ってきました。日本でも人気というアフリ、このゆずつけ麺がむちゃくちゃうまかったです。お腹空いてきた。